こんにちは。今日は無所属で出馬する政治家と公約を守らない政治家について考えてみたいと思います。ニュースを見ていると、無所属として出ているけれど、実際には政党や団体から支援を受けていたという話を聞くことがあります。さらに、公約を掲げたのに、ほとんど実行しない政治家もいます。これは法律的に問題ないのでしょうか？それとも単純にずるいの？今回は現状と問題点、そしてより透明で責任ある選挙にするためのアイデアまで整理してみます。まず、無所属で出馬する人についてです。法律上、無所属とは政党に所属していない人のことです。ここで重要なのは、過去に政党に所属していたり、ある団体から支援を受けていたとしても、立候補届に虚偽の記載がなければ、法律上は問題ないということです。つまり、形式上無所属と書いて立候補していても、実際の支援の有無や過去の党員歴を隠していても、現行の法律では処罰されません。では、なぜわざわざ無所属として出るのでしょうか？大きな理由は、有権者の印象や戦略です。政党名を出すと、その政党に対して否定的な人から票を失うリスクがあります。無所属として出れば、中立地域のために働くといったイメージを演出でき、有権者層を広く取り込むことができます。また、複数の政党や団体から支持を受ける場合も、無所属であれば、どの支持も独占せず、柔軟に出馬できるというメリットがあります。次に、公約を守らない政治家についてです。残念ながら、現行の法律では、公約の不履行そのものを理由に、次回の出馬を禁止したり、罰則を課すことはできません。公約は政治的な約束であり、契約ではないため、守らなくても、法的責任は発生しません。つまり、選挙で掲げた公約を全く実行しなかったとしても、言ったもん勝ちの状態になってしまうのです。それでは、これらの問題を少しでも改善するにはどうすればよいでしょうか？一つの方法として考えられるのは、支援を受けている場合の透明性を義務化することです。立候補届に実質的に支援している政党や団体を明示する制度にすれば、有権者は正しい情報をもとに判断できます。また、公約の履行についても、選挙広報やウェブでの報告を義務化するなど、有権者が進捗を確認できる仕組みを作ることが考えられます。こうした制度があれば、無所属のまま裏で支援を受けることや、公約不履行を放置することへの抑止力になるでしょう。もちろん、制度設計には慎重さも必要です。支援や公約の義務化の範囲を広げすぎると、政治家の自由な活動や表現の自由とのバランスが崩れる可能性があります。そのため、透明性と自由の両立を意識した柔軟な制度設計が大切です。まとめると、現状では無所属で出ることや公約不履行自体は法律的には問題ありません。ただ、有権者が正しい判断をするための情報公開や政治家の責任を明確にする制度が整えば、より健全な選挙が可能になります。政治は私たち有権者の選択で変わる部分が大きいので、情報をよく確認して投票することも重要です。最後までご覧いただき、ありがとうございます。もしこの動画が参考になったと思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。コメント欄で皆さんの意見や考えもぜひ教えてください。次回も選挙や政治に関するわかりやすい話題を取り上げていきますので、お楽しみに。